こんにちは。今回からライダーズ第2作となるシューティングスターストーリーを攻略していきますよ。まずは、オープニングの間に説明でも。そもそも、このゲーム、実は、Wii 側のオプションでワイド表示できたんですが、やってみたところ、文字が思ったより小さくなって、画面自体も見ての通り、ワイドにしなくてもそれなりに大きいので、こちらの方が見やすいかなと思い、最後まで、こちらの画面でやることにしました。今回も、まずは、ストーリークリアまでを目標とします。終わり次第、次の作品に行きますが、後ほど、ミッションモードの攻略もしますね。前作と同じで、ストーリーは、ヒーローズとバビロンに分かれており、動画構成としても、それぞれの前後編として投稿していきます。作品の概要でも、本作は、ライダーズシリーズ第2作、ハードが Wii に変化してより、グラフィックが強化、海外では PS2 でも発売しました。システム面は、大きな変化があり、詳しくは、該当のシーンとかで話しますが、とても操作が優しくなりました。本シティの高い本シリーズ中、唯一誰にでも進めやすい作品となっています。キャラクターは、ジェットのようなライダーズで初登場したキャラも登場し、セガのゲストも一部入れ替わりました。何が見れるか、今から楽しみですね。うん、びっくりしたよ。寝ていたらすごい音が聞こえてきて、ドアを開けたらこいつがあったんだ。ナックルズ、もうすぐメガロステーションだよ。暴走したロボの話が先ほどありましたが、石が原因のようですね。なんなんだあいつらは。さっきのニュースで言ってたやつかな。気をつけろ。行け。どうやら、石の力で重力を操れるようですね。ちなみに、海外版のタイトルは、シューティングスターストーリーではなく、ゼログラビティだったり、石が流れ星のように落ちてきて始まるので、どちらでもあってはいます。さて、初のレースですが、前作と違い、先に進むのは1位が必須です。最初というだけあってか、スタートダッシュは今回オートです。次回からは、自力でやる必要があるため、注意。ちなみに、スタートダッシュの評価に応じて、ゲージの初期値が決まるという今回は、非常に大事な要素です。必ず成功させましょう。今回のジャンプ台は、いかに先端の方で飛ぶかで評価が変わります。チャージは必要ないものの、粘りすぎると失敗するので、そこは注意。飛んだ後のトリックは、1回しか入力がありませんが、やると評価が上がります。とりあえず、どっかの方向に動いておきましょう。今回は、エアーではなく、グラビティというポイントが大事です。左下に表示されてるメーターですね。使い道は2つあり、とりあえず、画面にあった方を解説すると、今使ってるのは、グラビティダイブ、一定時間正面に高速で移動します。この時、途中浮いているオブジェクトに触ると加速しつつ、ゲージも回復します。ダイブ中は、上下に移動でき、これで上ルートに入ることもできます。非常に有効な使い方なので、覚えておきましょう。専用アクションについて、ですが、画面左上の丸いアイコンが3つありますよね。今作では、リングを一定数以上集めて、レベルを上げないと、この機能が使えません。エアライドやグラインドなんかも、これを解放してないとできないので注意。専用アクション中は、GP が回復するので、積極的に行いたいですね。ちなみに、今作のグラインドは、ジャンプさえすればレールに乗ってくれます。少し楽になりましたね。グラビティダイブの使い方ですが、このコースでは、上ルートに行くためだけに使っています。まあ、厳密には正面に進みつつ、オブジェクトも触った方がいいのですが、ストーリーをクリアするだけなら、上に行くのが安定です。もう一つのグラビティゲージの使い道ですが、グラビティコントロールという、アクション、いわゆるドリフトですね。浮き上がってから方向転換で飛び出す向きを決め、離すと、その方向にダッシュします。ゲージがない時も一応出せますが、
ダッシュがないので注意。どうしても苦戦する人向けに、せっかくなので、ここで裏技みたいなショートカットを紹介。最初のジャンプ台を降りたらブレーキをかけて、右側に見える紫の塔に向きを合わせて、グラビティダイブ、そのまま塔に突っ込むと、復帰地点がコースの決行先になります。今作では、落下した際に、リングの没収はあるものの、上げたレベルは下がらないので、このようなショートカットも使い道がありますね。無事上ルートには乗れましたが、GP がないので、最後のカーブがちょっと厳しいか。遠回りになるとはいえ、一応グラインドあったので、そっちでも良かったですね。ダートに入ってしまいましたね。もうちょっと手前で良かったかも。軽い軽い。すっごい連中だぜ。こうしていても拉致が開かねえ。よし。うわ誰だ。エミー、どうしてここに。運命の恋人たちは惹かれ合う定めなのよ。エミー、本当のこと言うとね、ロボットに追われて逃げてきたの。すごく怖かった。おい。それはそう、このロボに追われてきて、ソニックに助けを求めつつ、自分のやりたいこともやっちゃおうとするのは、ちょっと初代アドベンチャーを思い出しますよね。だとしたら決まりだな。謎を解く鍵はメテオテック社だ。ソニック、お客さんのようだぞ。OK、 Here we go。今回も、条件は同じく1位。操作キャラがテイルスになっているため、レベルが上がった後は、エアライドが使えますね。動かしちゃってますが、確実に、スタート時に、GP を満タンにしたい人は、初期位置から動かずに、カウント表示の 2.9 秒と、同時に前進で大丈夫です。まあ、今作では、通常走行で消費することもないし、消費しなきゃいけない場所に行くまで、トリックとかも数回は挟むので、そこまで満タンにこだわる必要はないですけどね。何やら、標識が色々見えますが、無視でいいです。そのまま正面に進み、カーブでグラビティコントロールしましょう。ここで、初めてタイプ別の分かれ道に、テイルスのエアライド能力は、レベル2で解禁のため、現時点では飛ぶことができません。今回は、右のパワータイプ用のルートに行きましょう。そんなに障害物もなく、最悪ぶつかりそうなら、グラビティコントロールを一周発動させるだけで、障害物が壊れます。壁とかにはできないのですが、小さいものなら、この方法で壊すことが可能です。覚えておきましょう。エアライド用のリングがありますが、グラビティダイブで入れます。ただ、この時点でレベル2になるかは、アイテムボックスの運が絡んでいることもあるし、操作も難しいので無視します。この先のジャンプ台の後が、グラビティダイブで走るポイント。今回は、正当な使い方になります。浮いている木に触って加速していきましょう。グラビティダイブの使用場所について、ですが、ご丁寧に、近くに行くとガイドが出ます。これに従っていれば大丈夫です。そういえば、トリックのランクの決まり方について、ジャンプを出す位置が先端の方であることも大事ですが、同時に速度も依存しています。できる限り減速させずに、ジャンプ台に入ることが大事です。先ほどは、分岐点をそのまま進むと言いましたが、右にあるパワータイプの方に行ってみましょう。今作に限ったことではないのですが、コースの構造上、どうしても、パワータイプの道をご利用しで通った方が早い場合があります。ここは、その一例で、特に手前の浮いている植物にジャンプでぶつかると、目の前の壁が壊れます。狙って配置されてるとしか思えません。いや、ミスりましたけど。またしても、裏技じみたショートカットを紹介。ジャンプ台からループを抜けた後に、ブレーキをかけて、グラビティダイブで左側に見える出っ張った建物に突っ込みます。すると、コースアウトしてしまいますが、ゴール前のエリアに入ったとみなされ、
大幅にショートカットできます。かなり楽な上に、前回と違ってカットされる距離も大きいので、抵抗がなければ使いましょう。グラビティダイブは、どこでも使えるのかと疑問に思う人もいるかもしれませんが、結論を言うと使えます。ただし、ループの近くなど、勝手に解除される危険があるので注意。また、発動時に少し待つ関係で、推奨地点以外で使うと、本的には損しやすいです。それでも、ストレートを進むので、ちゃんと場所に気をつければ大丈夫かと思います。ここは、直線なので、グラビティダイブしましょう。ちょうど、先に、フライ用のルートがあるので、エアライドすれば、ちょうど GP も回収できますので、こんな感じで、無駄なく使えると強いです。ちなみに、先ほどダッシュリングに入るのにも使えると話しましたが、リングの前で解除しないと通り抜けるため注意。似たような場所に着きますが、先ほど通ったルートとは、逆の方に来ています。こちらは、短めのカーブを曲がったら、ゴール前の道に合流するので、簡単ですね。ショートカットを使わない場合は、エアライドさえできるようになったら、こっちに来た方がいいです。エアライドですが、前作だと少し難しいみたいな話をしたものの、本作が全体的に簡略化された影響か、アクション自体は変更がないものの、リングの配置が通りやすくなってはいるので、積極的に狙って大丈夫です。まあ、相変わらず、パワーが一番使いやすいとは思いますが。部活には動けそうにないな。ライダーズといえば、この人たち、ついに来ましたね。久しぶりだな、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。ジェット。お久しぶりね、おちっちゃん。ウェーブ。あの時の蹴りをつけてやるわいな。望むところだ、バビロン盗賊団。いい加減にしろ、ソーム。小娘、お前の持っている星の性質を渡せ。一体何のことよ。とぼけるな。俺たちが手に入れた星の性質をまんまと奪いやがって。おいおい待てよ、しつこい男は嫌われるぜ。面白い。今日こそどっちが地上最速か証明してやる。ソニック、ここにいたら危ないよ。再開のパーティーはお預けだ。またな、ジェット。おい待て。相変わらずな関係の中、最後のシーンをよく見ると、エミーとストームがいませんが、一体どこに？今回は、ナックルズを使います。パワータイプは前作と同じで、障害物に当たるだけで、壊して GP を回収できます。ただし、他と同様にレベルアップ後に解禁される能力であることに注意。最初のジャンプ台は、2箇所行き先がありますが、どちらでも大丈夫。上の方がいいに越したことはないのですが、下でも、そんなに問題になりません。今回は、速度不足のせいか、下に行くことに、ウェーブに先行されて、リングも拾われてしまい、なかなか辛いスタートです。とりあえず、パワータイプである以上は、障害物を壊しながら、うまいこと GP を貯めていきたいので、とにかくリングを集めたいですね。パワータイプの能力解放後なら、この歯車はぶつかっても大丈夫なんですが、そうじゃない場合は、ぶつからないように注意。真ん中は、常に穴が開いているので、不安ならそこで、NPC のロボットは、最初からパワースキルがあるので、遅れている場合は、後ろをついていくと安全です。この先のストレートは、グラビティダイブ推奨ポイントです。結構広い範囲にオブジェクトが行くので、ドアが開くよりも前に開始しておきましょう。ちなみに、オブジェクトが浮き上がる区間が終わった後に、正面の上気味に飛び続けることで、壁走りのパートまで行けますが、侵入する角度が悪いと、弾かれて落下してしまうため、やめた方がいいです。下に降りればアイテムもあるので、寄り道も悪くないですよ。最初のジャンプ台の後に、
上に行けたら左に向かい、ダッシュパネルを踏んだ後にグラビティダイブします。すると、先にある道が見えて、そこに合流可能です。これで、外側のカーブを走るよりも、かなり短縮となります。今回は、パワースキルがあるので、歯車地帯は、気にせず走りましょう。一応右側だと、タンクが一つあり、これは確実に壊せるので、GP が不足している場合は、右に行きましょう。余裕なら普通に左側でいいです。この先ですが、ジャンプ台は、下に行きたいので、早々にボタンを押しましょう。理由としては、左側に、パワー専用のルートがあるためですね。当然、レベルが上がりきっているわけがない1周目では気にしなくていいです。コースの解説は終わったので、本作のギアの種類について、解説でも、スピード、フライ、パワー用のギア以外に、それぞれのタイプに一つ派生体が存在します。スピードは、前作と同じスケート、フライはヨット、パワーはオイルです。派生体は、すべてレベル初期値にして固有能力が使え、さらに別の特性も持っています。まずは、スケート、前作では省エネ設計という特徴がありましたが、今作ではゲージを消費する機会が減ったので、グラインドの速度が上がるという特徴がつきました。序盤からガンガングラインドして GP を貯めつつ、快適に移動しましょう。次に、ヨット、スリップストリームの効果を受けることができます。本システムのようなものについて一体何をと思うかもしれませんが、これは詳しくはまた時間がある時に簡単に説明するなら、相手より遅れて走ればそれだけ強くなるっていう理解でいいです。最後のホイール、バイクは見ての通りパワーがレベルアップすると変形するようになったので、一目でわかるように現実世界でも存在するモノホイールバイクのデザインになっていますが、これも時間が足りないのでまた今度詳しくしますが、専用アクションのスライドターンが使えるのと、レベルアップしないけど性能が高い特殊なギアです。口ほどにもね。お前もあの力を。なかなか便利だな。EM アルゴリズム起動。最大値。マザーコンピューターにアクセス。マザーコンピューターにアクセス不可。どうしてじゃ。何事じゃこの忙しい時に。今なんか飛んだか。わしゃボールじゃないわい。エッグマン、なぜこんなところに。なぜってここはわしの会社じゃ。何。今回の事件の黒幕もお前だな、エッグマン。黒幕？一体何のことじゃ。とぼけるなよ。世界中で起こっているロボットの暴走事件のことだ。いやー、それに関してはわしも頭を痛めてるところじゃ。信じられるかこの野郎。落ち着かんかい。昔の馴染みじゃ一つだけ教えてやろう。暴走の原因はわしにもわからん。ただ奴らにはリーダーがいるらしいのじゃ。リーダー。どうやらエッグマンは本当に何も知らないみたいだぜ。僕たちを襲ったロボットとこれは無関係だったのかな。それはどこで。やっぱり何かを隠してるな、エッグマン。知ってることを全部喋るんだ。仕方ない、話してやろう。我が社のロボットの行動はマザーコンピューターに全て管理されている。メテオテック社ネットワークの中枢で完璧なコンピューターのはずじゃった。ところがここ数日外部からのリモートコントロールが効かなくなったのじゃ。実はマザーコンピューターのパワーユニットにはその位置と同じものが使われておる。わしの分析ではその石には膨大な質量エネルギーを別のエネルギーに変換し、特殊な磁場を生み出す能力を持ってるらしい。はあ？黙って聞かんかい。
理由はわからんが、リーダーロボにはマザーコンピューターのものと同じ力を持つ石が組み込まれているらしいのじゃ。なんだって？わしの推理では、リーダーロボは世界各地に散らばっているこの不思議な石を集めようとロボットを暴走させておるのじゃ。なぜ奴らは石が必要なんだ？それはわしにもわからん。惹かれ合っているのさ。なんじゃと？こいつはただの石なんかじゃねえ。この石は俺たちバビロン一族に伝わる伝説の小娘、星の性質を返せ。エミーがいない。なぜ誰一人気がつかなかった？というか、途中で合流したエミーは、ともかく、最初から3人で行動してるのに忘れられるストーム。エミー！今回は、初のタイムアタックになります。ストーリー上だからといって、意外とどうにかなるかと思いきや、走り方によっては、ギリギリでのクリアになる場合もあるので注意。早速なのですが、今回は、絶対にスタートダッシュを成功させて、グラビティダイブを使ってください。理由は、最初のジャンプ台に時間を使いたくないからです。ここをグラビティダイブで越えると、早い方のルートにも入れる上に、ジャンプ台の演出もないので、かなり、時間に余裕ができます。スライダーを抜けたら、右に向かいます。1周目の場合は、エアライドがまだできないですが、リングを集めるためにも、リングをたどっていきましょう。この先、直角カーブの後に、またジャンプ台があります。先ほどと同様の理由で、グラビティダイブを使って抜けます。その先のスライダーの後ですが、グラビティダイブで加速を狙えるものの、スタート地点の直後に、またグラビティダイブで移動したいため、ゲージを節約する場合なら、普通にエアライドで移動しましょう。2周目も、同じルートで最短距離を移動するだけなので、先ほどの解説の続きを、ヨットタイプのギアについてですね、スリップストリームを受けられると話しましたが、前作の説明を見ればわかるように、このゲームは、本来、スリップストリームでありません。前のプレイヤーが走った後風の道ができるって、あれはタービュランスです。今作でももちろん存在しており、タービュランスは、前作ほど流されない代わりに、ハーフパイプ状になっている場所の上の方でジャンプをすることで、トリックして GP を貯められます。一方、飛び上がる位置に来ているにもかかわらず、ジャンプをしていない場合は、強制的にトリック失敗となるので注意。非常にもったいないです。で、ヨットの話に戻りますが、スリップストリームは、普通のレースゲームでありがちというか、クロスワールドでも存在しているシステムで空気抵抗がないから、前にいるマシンの後ろにつけば、通常より速度が出るってシステムですね。ヨット系のギアを使っている場合は、特に操作せずとも、それが発生します。タービュランスに加えて、そちらも利用できるので、安定した走行をしつつ、遅れを取りにくいのがヨットの特徴ですね。初心者も自然と置いていかれることが減ると思うので、おすすめしたいマシンタイプですね。エアライドは少し使いにくいかもしれませんが、前にも話したように、今作は全体的に簡略化された影響で、エアライドのリング配置も難しくないので、前作ほどフライをおすすめしにくいということはないです。前作では、フライが一番初心者に不向きと話しましたが、今作はスピードのような気がしますね。まあ、誤差程度だとは思いますが、パワーは相変わらず障害物にぶつかるだけでプラスになるので、揺るがず一番初心者向けだと思いますね。最後だからグラビティダイブで行きますが、ミスった際にゲージなくなるので結構危ないんですよね。やっぱり自信がないなら、2周目までは普通に飛びましょう。今回はここで終わりですが、おまけでまた、セガなゲストや面白いギアを紹介しますよ。ぜひ見てくださいね。とりあえず、一旦、ここで、お別れの挨拶を。ご視聴ありがとうございました。楽しめた人は、ぜひ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。さて、おまけコーナーです。画面比率間違えて録画したので、本編よりちょっと小さくなりました。統一性がなくてすいません。今回使うキャラは、ビリー、ソニックチームの作品、ジャイアントエッグからの出演ですね。なぜか本人は喋らず、効果音が鳴るという謎のキャラです。オールスターレーシングだと喋ってたのに。ちなみに、パワータイプですので、先ほど説明しきれていなかったホイールギアを使ってみます。ホイールは2種存在しますが、
今回は GP を貯めると必殺技の出せるビッグバンを使っています。必殺技ですが、ビッグバンで GP を貯めるか、アイテムを取れば出せます。速度が上がり、相手に体当たりするだけで吹き飛ばせます。モーションは全キャラ違いますが、こちらもおまけで色々見せていこうと思います。スライドターンですが、ジャンプをすることで発生、その後横滑りするので、方向を定めてから方向入力をやめると、向いている方向に飛び出します。ただ、こちらは、ある程度チャージする必要があり、緩やかなカーブを曲がるには難しいです。最初のカーブは、普通にグラビティコントロールで曲がりましょう。今出た拳のアイコンが必殺技ですね。この状態になると、先ほど話したような効果の他に、コース中にスプリングが見えるのに気がつきましたか？あれに触れられるようになり、ショートカットルートを通ることができます。終了までに触れることができれば大幅ショートカットなので、ぜひ成功させましょう。トンネルに入る際に、スライドターンを使いました。見ての通り、ケージの消費なしで曲がりつつ、速度も落ちないので、優秀ですね。アイテムボックスのおかげで、GP が溜まってきましたね。この先のジャンプ台で、トリックを決めて満タンにして、右側のスプリングでショートカットしてみましょう。ピリーのスプリングで移動する、大変貴重なシーン。こういった絶対に見れないようなシーンが見れるのも、ゲスト参戦ならではの楽しみですね。また溜まりそうですが、さすがに、ここはグラビティダイブにします。本編は、上に乗るためだけ、1周目は失敗してたので、何気に、ここで、想定通りの使われ方になるのが初ですね。そういえば、オールスターレーシングと違って、ピリーの必殺技は、ちゃんと、原作再現の卵を押して転がす技でしたね。あっちは、良い技ではあったんですが、再現率で言うと全然だったので、こっちの原作に、忠実な再現もいい感じ。3周目ですが、少し遅れていますね。ビッグバンは、GP を貯めた時はパワーアップするものの、それ以外は普通なので、弱いんですよね。通常時に差を開かせないためには、パワータイプの特性と、スライドターンをうまく使わないといけませんね。慣れてくると、この耐え抜いて必殺技で抜き返すのが癖になってきます。GP 調整も、時には、わざとトリックを失敗することで意外と調整できたりするんですよ。まあ、トリックレベル低いと速度下がり気味なんですが。ということで、レースの終わりですが、今回はもう少し続きます。せっかくなので、全4回に合わせて必殺技を紹介していこうかと。とは言っても、紹介に1キャラ20秒あるかどうかぐらいなので、スムーズに進行しますね。ソニックの必殺技は、スピンダッシュ。当たった相手は、風に乗って吹き飛ばされます。テイルスの必殺技は、コンセントハンマー。前作でもやっていましたね。ナックルズの必殺技はパンチ。いつもの通りです。エミーの必殺技は、ピコピコハンマー。近づく相手を上に吹き飛ばします。今回は、これで終わり。ご視聴ありがとうございました。